はい、こんにちは、シンラです。今回は、モンハンワイルズのプレイする前に、これだけは知っておきたいという神機能について一挙にご紹介しておきます。まずはアイテムポーチから。モンハンといえばこのアイテムスライダー、L1 長押しと四角丸ボタンでアイテムを選ぶ方式ですが、今回は L1 ボタンを押しながらタッチパッドを押すとアイテム一覧を見れます。アイテム全体を見つつ、スティックでアイテムを選んで使うことができると。しかもこれ、アイテムの入れ替えメニューで編集すれば、そっくりそのままの形で持っていける優れものです。四角で並べ替えしたり、R1 ボタンで縦方向にも組めちゃいます。で、この組んだやつは L3 ボタンでマイセット登録が可能。これでいつでも好きなセットを持っていけるんですね。マジで神機能。で、次にカスタムショートカットについてですね。L1 ボタン長押しと右スティックで使えるカスタムショートカットも進化していて、ショートカット登録から編集できます。最大8パレットで1つのパレットに12種まで登録できます。この項目の数まで今回は選べるんですね。で、それだけじゃなく選べる項目も便利なものが増えていて、例えば残り体力から自動で一番適した回復をしてくれる最適体力回復、そして状態異常もあります。最適状態回復で自動で適したアイテムを使ってくれます。例えば毒なら解毒薬で、やられ状態なら打ち消しの実とかですね。あとはガンナーのお供である調合メニューもね、一度に一つずつか、それともね、全て調合するかなんかの数までね、選ぶこともできます。あとは固定アイテムもいろんなもんがありますね。この捕獲用ネットだとか、あとは装備なんかもね、あるんで、自分で決められますね。あとは忘れちゃならないのが、コミュニケーションメニューとかですね。スタンプやメッセージを即座にね、打つことができますと。あと、マルチを楽しむならば、救難信号なんかも入れておくのもいいですね。はい、じゃあ次はメニュー編集ですね。メニュー画面で三角を押せば、このメニューの項目を編集できます。いらないタブを消したりだとか、このお気に入りというタブはね、自分で好きな項目を詰め込める便利なやつですね。例えばアイテムポーチだとか、あとは細かくね、装備を確認するんだったら、この装備一覧を入れておくのもいいですし、あとはフレンドを招待するだとか、一時停止ボタンを入れておくのもいいですね。今回はフォトモードかなり凝ってますからね。という感じで好きなものをガンガン詰め込める。あとは RTA 勢なんかはね、クエストからの期間なんかで、リセットし放題なので、これもね、入れておくとかなり便利ですね。はい、じゃあ続いては自動調合についてですね。調合画面で R3 を押せば、自動調合機能のオンオフを切り替えられます。調合の素材を手に入れれば、その瞬間にその場で調合してくれる。まあ以前からある機能ですが、知ってるのと知ってないのとでは全然違うと思います。例えばこの漢方薬なんかはね、解毒薬の上位互換のアイテムなので、自動で全然いいですからね。なんなら全部自動にしといてもいいですが、その場合、素材は手に入りにくくなるので、そこだけ注意が必要ですね。で、次は NPC とアイテム交換について。本作では NPC とね、アイテムの交換ができるみたいです。あとは食材を譲ってくれる NPC もいるんで、ストーリーの攻略なんかでは細かく話しかけてチェックするといろんな発見があると思います。次はセクレトでの受け身ですね。攻撃を受けて倒れてる時も実はね、セクレト呼べちゃいます。ぶっ飛んでる最中でも口笛を吹いて素早く体勢を立て直せます。あともう一つテクニックがあって、ドリフト走行ができるんですよね。R1 ダッシュ中に L3 を左右に倒して R2 を押すとドリフトというね、特殊な操作ができます。これはね、普通に走るよりも速く走れるようになるらしいんですよね。カーブするときに使えば狩りの時間の短縮になりますね。次はフックスリンガー。これは遠くのアイテムを取れるテクニックですね。L2 を押したまま丸ボタンでアイテムを回収できると。あと本作はくさび虫も続投しているので、これも見つけ次第覚えておくのが吉ですね。普通に登るよりも断然早く移動できます。新しいマップで高所への移動をするときには、上にくさび虫がいないかどうか確かめると良いですね。はい、じゃあ次はスリンガー誘導弾について。これも本作から登場したスリンガーの新要素で、その中でも特に重要度の高いものですね。これをモンスターに撃つと、モンスターが自分を狙って後をついてくるようになります。誘導して環境罠だとか、あとは他のモンスターにぶつけて縄張り争いをさせられます。あとは協力プレイで太刀、ランスなどカウンター武器は自分にターゲットを向けられるので、そういう使い方をするのもありですね。
あとスリンガーは抜刀中に L3 スティック押し込みでも撃つことができます。納刀せずともさっきの誘導弾だとか、あとはね先行弾を即座にね撃つことができるんで、これも結構重要なテクニックですね。あと今回はアイコン部分も進化しております。この左上の体力バーの上にあるこのバフだとか状態異常について、残り時間がね表示されるようになりました。残り時間があと数十秒だとかになってくると、こうしてカウントダウンが表示されるので、それであとどれぐらいで効果が切れるのか確認できるようになっています。はい、じゃあここからは主に狩りにおいてのテクニックについて紹介していきたいと思います。今作からは奇襲攻撃というのが追加されています。見つかっていない状態なら納刀したままモンスターの背後で丸ボタンを押せば大ダメージを与えることができるので、これもねかなり重要なテクニックとなっています。じゃあ次は砥石についてですね。砥石は今回から仕様がちょっと変わっていて、研ぐたびにその分切れ味が回復するようになっています。動作は×ボタンで中断ができるので、戦闘の最中にちょっとだけ研いでまたねすぐ狩るなんていうこともできちゃいます。じゃあ次は集中モードについてですね。本作では集中モードが、狩りのシステムにおいての目玉になっていますので、かなり重要になっています。でこの集中モード、普通はね L2 ボタン長押しで、状態維持するんですが、オプションの、標準集中モード移行設定においては、この L2 ボタンを長押しするか L2 ボタンを1回押せばねずっと集中モードでいられるかの2種類のね、方法を選ぶことができます。なんでずっとね長押しがきついという方はこのね設定を変えてL2 ボタン1回で状態切り替えにねしておくといいと思います。これも早めにやっておいた方がいい設定ですね。で次は双眼鏡の新機能についてですね。双眼鏡を見ると本作では金管サイズをね測定することができるようです。モンハンのトロフィー関連で毎回ねサイズのでかい金管のねモンスターをね狩るっていう項目があるんですが、それをねやりやすくなるので、これもね覚えておいた方がいい情報ですね。それでは最後にワイルズからモンハンを始めるという方のために基本的なね狩りの基本的な部分について紹介したいと思います。まずクエストの受注の仕方ですね。今作からはクエストの受注の仕方がね3種類に分かれております。1つ目がこの受付嬢にね頼んでクエストを受注する方法と、2つ目がマップからモンスターのアイコンを選んでそこからねクエスト化する方法ですね。で最後がモンスターのその場所に行ってモンスターに一定ダメージを与えることでクエストをスタートさせるという、この3種類の方法があります。自分に合った方法でパパッとクエストをね受注すると良いと思います。じゃあ次に乗り攻撃のやり方についても解説します。結構ね乗り攻撃のちゃんとしたやり方をね知らない人もいるので念のため解説しておきます。まずモンスターの体には2から3箇所ほどね乗れる場所があって、その部位に乗っていると暴れでね振り落とそうとしてくるんですね。この暴れ攻撃は今乗っている部位から移動して別の部位に移ると攻撃を回避することができるんですね。なので基本はモンスターに乗ったら暴れられる前に別の部位に移動して攻撃する、また暴れ出したら別の部位に移動して攻撃、これの繰り返しですね。で乗ってる最中にやれることが3種類あってそれぞれ特徴があります。こんな感じですね。乗れる3箇所の部位全てに傷をつけられたら R1 の武器攻撃でフィニッシュをすれば大ダメージ&ダウンを取れます。という感じでね、乗り攻撃に関しては移動で攻撃を回避し、三角で傷をつけて R1 でフィニッシュというのが大きな流れになります。じゃあ次、捕獲の仕方についてもね解説しておきます。捕獲は弱らせるだけでね狩りを終わらせられるので、狩りの時間短縮になるとともにレアな素材がね出る確率が少し高いってのもポイントですね。まずモンスターを弱らせます。モンスターが弱るとこうしてね足を引きずって逃げ出したり、あとオトモアイルがね弱ってきてると教えてくれたりします。でモンスターが弱ったら罠にかけて、そして捕獲用麻酔玉を使う、これだけですね。めちゃ簡単でメリットも多いのでぜひやってみてください。はい、というわけで今回のこれだけは知っとけというワイルズの神機能について解説してみました。この知識を生かしてワイルズ本編も楽しんでみてくださいということで、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。